こんにちは、蓮水です。今日は水墨画で使う墨2種類ですね。油煙墨と小煙墨、そちらを実際に描きながら簡単に分かりやすく5分程度で解説していきたいと思いますので、最後までご視聴ください。では実際に比べていきたいと思います。でまずこちらが油煙墨を擦った墨になります。でこっちが小煙墨を擦った墨ですね。この油煙墨と小煙墨の簡単な解説動画はショート動画の方に伝統的な墨2種っていうのに上げてますので、そちらを見てみてください。簡単に言いますと、油煙墨は茶系の黒で艶がある。小煙墨は青系の黒でマットな感じですね。になります。で、墨を見てもわかるんですけど、擦った目を見ると、油煙墨の方はツヤっとしていて、小煙墨の方はマットになります。ご自宅にある墨でね、古い墨とか、箱がなかったりすると、小煙とか油煙とかがね、わからない場合が結構あるので、こういうね、椿のね、油で作られた油煙墨ですね。あと、菜種とかごまとかあるんですけど、基本的には菜種油が多いですね。でそういったのが油煙墨。擦った面を見て比べてみてください。で、ツヤっとしてるのが油煙ですね。っていう見分け方になります。この濃い墨の状態だと、色味がほとんどわからないので、薄めてみたいと思います。で、水と濃い墨ちょんと取って、淡墨を作っていきます。これが油煙ですね。小煙墨の方は、水に濃い墨をちょんと取って、薄くするとだいぶ違いがわかりますよね。これかなり茶色系、こっち青系になります。実際これで、紙に書いてみたいと思います。まず油煙の方から薄い淡墨、こんな色になりました。こっちの小煙の方は違いわかりますかね。茶系の黒と青系の黒、だいぶ書いてみると違いがわかりますよね。さらに薄くしてみますね。水をもう気持ち多めに入れて、小煙の方ももう気持ち水を足して、やっぱり淡くなればなるほど、茶色と青っていうのが区別がくっきりしてきますね。さらに濃い線描いてみたいと思います。濃くなると、ちょっとわかりづらいかと思うんですけど、両方ともね、乾かしてみますね。乾かすとより見えてきましたね。乾いた状態で近くで見るとよりわかるんですけど、小煙はさっき墨もここがマットだったようにマットな仕上がりになってます。こっちの油煙の方が光沢感があってツヤっとしてますね。ショート動画の墨の歴史の方でも出てるんですけど、紀元前16世紀、20世紀ぐらいとも言われてるんですけどね、小煙墨の方が先にできてます、歴史的には。で、その後に油煙墨ができて、書道文化が栄えていった。その頃はもう、書道は結構中国とかでも、こっちの油煙の方がメインで使われてますね。なので、今、書道はこっちの油煙を使うし、水墨画も、私の師匠の小林東雲先生なんかは、基本油煙で描いてますね。ただ私はこの青系の墨すごい好きで、結構小煙を使う水墨画の先生もいらっしゃって、私も作品作りは結構こっちを使ったりします。墨運動さんのこういう一つ7万円ぐらいする、今ね、半額ぐらいでは売ってますけど、こういう墨運動さんの100選木とかになると、小煙木の中でも赤みがかってたりとか、熟成具合とかによって、小煙木でもこういった茶っぽい色になってたりとか、いい色を出すための複雑な墨もかなり出てきているので、一概にこの小煙木だから青すぎるっていうことでもなくて、煙木と小煙木混ぜて作った墨もあったりとか、様々なので、あとはご自身の好みになるかと思いますね。この茶色っぽいのが好きなのか、青っぽい方が好きなのか、っていうことになるかと思います。ではまとめに入ります。
こちらの油煙木の方が茶色がかった黒。粒子が細かい分、艶がある。くっきりした線が描けるので、書道でいう楷書とか、そういった行書とかですね。あとは水墨画では、私はこういうメリハリのある作品を描くときは、こちらの油煙木を使っています。それに対して、小煙木は、この青みがかった黒。粒子が粗くて、マットな色になります。全体的に青っぽい作品になるので、雪景色とか、こういった絵を描くときは、私は小煙木にまたさらに静木とかを足して描いてます。こっちが力強い作品を描くのに対して、こう柔らかい淡木を多めに私は使うときはこっちの色を使ってます。っていう使い分けでもう本当にあとは好き嫌いかと思いますので、皆さんもね、好きな色を見つけていろんな墨を試していただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回はですね、水墨画で使う紙について解説していきたいと思いますので、チャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。ではまた次回お会いしましょう。